それではね、中立説について少し見ていきます。中立説。木村元先生が提唱した説ですね。木村元先生が提唱した説、中立説。進化についての説です。で、中立説って木村先生がね、あとご自身の著書の中でね、言い換えをしていて、中立説、木村先生どう言い換えてるかっていうと、分子進化の中立突然変異不動仮説っていうふうに、これ全く覚える必要ないけど、言い換えられているんです。分子進化の中立突然変異不動仮説。これどういう意味かっていうと、この分子進化っていうのは、これは DNA とかの塩基配列の変化とか、ポリペプチドのアミノ酸配列の変化、そういった DNA とかタンパク質の進化を論じるときに分子進化って言葉を使います。で、中立突然変異、有利でも不利でもない突然変異が不動っていうのは難しい言葉だけど、遺伝的不動を表していて、でこの遺伝的不動っていうのはイコール偶然による遺伝子頻度の変化、偶然による遺伝子頻度の変化を遺伝的不動って言います。これね、結構ものすごく分かりやすい、実はこれネーミングで、それをねまとめて中立説って今はね論じてるし、テストで出たら中立説って書かなきゃいけないんだけど、これがもうこの文章が結構全てで、どんな説かねちょっとゆっくり見ていくと、まず進化って例えばこういうのがうわーってうわーパワーアップね、超強力パワーアップね、進化ね、こういうのはね進化って呼ばないわけですね。あるモンスターがね形態を変化させて能力値を向上させた、それはね実は進化とはね呼ばないわけですね。これは成長とかね不完全変態って言いますけど、進化とは呼ばないんですね。で進化って一体何かっていうと、昔の人っていうかね、今でもね、生物を教えてる人の中にも、もしくは一般の方々でどういうふうに考えてる方がいらっしゃるかっていうと、進化って例えば生き物がいて、で生き物って増えていくで、その中に突然変異が起きて、めちゃめちゃこれ本当はさっき言ったみたいな DNA とかタンパク質の、進化と、本当はこういう個体レベルの進化ってあんまりごっちゃに話しちゃいけないんだけど、でもちょっとね今日は例え話としてね、今日は進化学の初級編例え話として、ちょっと見ていただきたいんだけど、生き物がいて、で生き物が増えていくと。でその時に突然変異が起こると。突然変異が起こって、なんかもともとあったものとは違うね形形質に、違うものに
なってしまう。で自然選択が昔は木村、元先生のおっしゃる、木村元先生が中立説をこう論じる前はどういう説があったかっていうと、突然変異が起きると。でこの突然変異が有利なものだったらものすごく、強い、繁殖力とか他の生き物をこう倒してしまうようなパワーがあった時に、とっても有利な突然変異が初め生じて、でこの子がものすごく、繁殖していくと、ものすごくこの変異が拡散していく、広がっていく、はびこっていく、これが進化だって考えられていたんですよ。もしかしたら、今ねご覧になってる何人かの方々は、まあ、それが進化じゃねって思うかもしれない。つまり、普通は変化しないんだけど、たまに有利な突然変異が生じて、でこの有利な突然変異が、有利ってことは、より環境に適応したりとか、繁殖力が強かったりとか、有利な突然変異が生じて、で、まあ、これちょっと専門的な言葉で性の自然選択って言うんだけど、性の自然選択が働いてこいつがどんどんはびこっていった。でこいつばっかりになっちゃうみたいな、やがてこいつばっかりになっちゃうみたいな、これが進化なんじゃないかって考えられた時期があったんですよ。だけど本当にこうかって疑問を投げかけたのがこの木村元先生で、いくつかねちょっとクエスチョンみたいなちょっと謎の現象が、いくつか見つかってて、例えばポリペプチドのアミノ酸配列って一定のリズムで変化していくんですよ。例えば、人と馬の祖先がいて、で大体馬と人のヘモグロビン分子、ヘモグロビンって結構重要な分子で、相当なタンパク質が結構いろんな生物にもあるからよく問題文に出てくるけど、ヘモグロビンの、アルファーサヘモグロビン分子って馬も人も持ってて、だけどちょっとだけねアミノ酸配列が違うんですよ。大体ヘモグロビンアルファーサ150個ぐらいアミノ酸がつながったもんだけど、人と馬で比べると、18箇所ぐらい違うんですよ、アミノ酸が。でそれっていろいろ調べてみると、共通祖先がいて、で人に進化する間に人は人で9個ランダムにアミノ酸がいろんなアミノ酸に変わって、で共通祖先から馬に進化するときにやっぱり9個全然ランダムに変わっていったってことは、いろんな証拠から分かっているんですよ。でこの9個ずつランダムな場所にアミノ酸の変異が起きたから、馬と人で別々に9個の場所で変異が起きたから、今人と馬で18個、アミノ酸が違っているんですよ、そのヘモグロビン分子の。で不思議なのはこの9個、人と馬のヘモグロビンに9個ずつ、これどう見たって、他にもいろんな根拠がいっぱいあるんだけど、どう見たってランダムに一定の確率で変異が起こってるように、感じるというか、いろんな、証拠があって、そういう証拠があって、ランダムに一定の確率で突然変異が起きてるんですよ。アミノ酸が変化していくんですよ。まずこれこれとちょっと相入れないんですよ。なんでかっつうと、まず、この論でいくんだったら、突然変異っていうのは有利だから残ってるはずなんですよ。で、木村先生おっしゃってるのは、これ一定のリズムで有利になっていくなんてことがあるかと。でもそもそもランダムに起こってるように見えること自体ちょっと微妙なんだけど、ランダムに起こってるように完全に見えるみたいな。だから有利になっていくようにはなっているようには見えないっていうのが一つだけど、もう一個は一定の確率で一定のリズムで変異してるように見えるんですよ。大体これ人と馬が分かれた8000万年前ぐらいだけど、8000万年前から均等なリズムでアミノ酸の、変異置換が起こってるっていうふうに考えられてるっていうか、そういうふうになってたんですよ。それっておかしくないかと。だって有利になっていくことが一定リズムなんてありえるかと。例えば、じゃあ明日までにあなたの、勉強机をより快適にしてくださいってね。よし、じゃあちょっと整理整頓しようってね。じゃあ
整理整頓できました。じゃあさらに1日上げるからもっと快適にしてくださいって。もっと快適に、じゃあちょっとライトなんか置いてみようかななんてね。ライトなんか置いて、はいわかりました。じゃあもう1日上げるからもっと快適にしてくださいって。じゃあちょっとペン立てみたいなのを置こうかな。はいわかりました。じゃあもう1日上げるからもっと快適にしてくださいって。じゃあなんだろうなじゃあ椅子をちょっと良くしようかな、椅子を良くしようかな。はいじゃあもう1日上げるからもっといい環境にしてください。でこれってさ、やりようなくなっちゃうじゃん最終的に。いやもう完璧だよみたいな、もう完璧な勉強机になっちゃったよみたいな。でそれと同じことが起きんじゃねえかって言ってるんですよ。やっぱり有利な変異が起きれば起きるほどその後に有利な変異が起きる確率が減るだろうっていう、なんていうの、いつかその環境に周りの環境が変わらない限りいつかその環境にバッチリ適応したものになるわけで、さらに有利に一定リズムで有利になるって、そうですよ。だって最終的にはもう何にも有利になりようなくないですかってことが来るわけじゃん。だからそれでも一定リズムで有利になっていくってちょっとおかしくないかと。有利な突然変異が進化の原動力ってちょっとおかしくなく買ってるのがもう一個と、あともう一個はちょっと難しいんだけど、同義置換って言って、DNA の塩基配列が変わっても指定するアミノ酸が変わんない、そんな時に同義置換って言うんですよ。DNA の塩基が何かに別な塩基に置換されちゃった時に、例えばアデニンがシトシンとかになっちゃった時に、それでもそのコドンがコードするアミノ酸が変わんない時に、そういう置換を同義置換って言うんですよ。で同義置換の頻度がめっちゃ高いんですよ。でこれさ、だってアミノ酸変わんないんだよ。できるアミノ酸変わんないんだよ。ただ塩基が変わっちゃっても、指定するアミノ酸変わんないんだよ。そういう変異の頻度がめちゃめちゃ高いんですよ。これむちゃくちゃすぐ起こっちゃうんですよ、同義置換って。これって有利なのみたいな。同義置換ってだって同じアミノ酸指定するんだから変わんねえんじゃねえのみたいな。だけどこの論調で言ったらそれだって有利な変異なんだって論調になっちゃうんだよ。いやいや有利なんですよ。有利なやつが生き残っていく。突然変異は有利な突然変異が起こってそれがはびこるのが進化ですよっていう論で言ったら、同義置換がむちゃくちゃ有利な突然変異になっちゃうんですよ。突然変異だっていう論になっちゃうんですよ。それっていくらなんでもおかしくないって。だってできるポリペプチド変わんないような変異がむちゃくちゃ有利なわけなくないって。だから多分突然変異って有利なものばっかりじゃないんじゃないかっておっしゃったのが中立説の木村元先生の唱えた説なんですね。実際はこういくのがいて、もうほとんどなんていうか有利でも不利でもないような変異なんだと。ほとんど有利でも不利でもないような変異なんだと、起こるのは。でたまになんか全然ダメなやつができちゃう。こういうね、負の自然選択は木村先生全然起こるよみたいな、それは否定してないよっておっしゃってます。こういう全然なんていうか生きていく力のなくなっちゃったような突然変異は負の自然選択が起こって淘汰されるだろうと。だけど残りは別にいろんな変異が起きてもそれ有利でも不利でもないんだよみたいな。ほとんどの突然変異は中立な突然変異なんだよって、そういう説なんですね。さっきとの違い注意ね。さっきは突然変異が起きた、それが固定されたってことは一つ有利になったっていうふうな論だからね。今回は突然変異がいろいろ起こるけど、それって別にこいつら別に有利でも不利でもないよみたいな有利でも不利でもないよって。ただ確かにめちゃめちゃ不利な突然変異が起きたらそいつはもう淘汰されちゃうよっていう、自然選択を受けて絶滅しちゃうよって。だけどほとんどは中立な変異ですよっていうのが中立説なんですよ。じゃあなんですかじゃあだけどなんていうか突然ある遺伝子の変化がじゃあ広がることがあるじゃないですか。三角だけが選ばれて広がることがあるじゃないですか。それなんでこれいつまでたっても中立だったらなんていうか
別な変異がはびこるなんてなくないですかって思うかもしれないけど、例えばある島があって偶然島にたどり着いたのがこの三角だけだったと。で島で三角が増えるなんてことがあるわね。偶然たどり着いたのが三角だけだった。で三角が増え続けるなんてことがあるじゃないですか。でこういうふうにたまたまその島にたどり着いたのが三角だった。これ偶然っすよね。偶然たまたま三角の子だけが島にたどり着いて、この小さい島で繁殖をし続けた。で島は三角が多めになるよね。でこれって完全に偶然、別に三角が四角に勝ったから三角が星とか逆三角形よりも有利だったから島にはびこったんじゃなくて、偶然たまたまこの島に移住してきた人たちが三角だっただけなんですよね。こんな風に偶然による遺伝子頻度の変化を遺伝的不動って言うんですよ。こういう例って結構、見つかっていて、小さい集団がその島とかそういうエリアに行って、それ小さい集団から、集団がだんだん大きくなってきたっていうような、地域ではすげえ珍しい遺伝子が保たれてたりするんですよ。それって別にそれが有利で勝ち残ってきたっていうよりは、たまたまそこの地域に行って、その地域に住んだ人たちに、たまたま初めにその地域に住んだ人たちに珍しい遺伝子があって、でそれがただ数を増やしていったっていうだけ。だから偶然こんな風に遺伝子頻度が変わるんだと。これ別に全然珍しい話じゃなくて、例えばだって俺たち一人一人が無限大に子供を産むんだったら基本的に遺伝子頻度変わんないですよね。俺たちが無限に子供を残すんだったら一人一人が。そうじゃないじゃないですか。小集団の選択が起こるじゃないですか。そしたら結構偶然に遺伝子頻度って変わりますよね。だって青と赤のボールが半分ずつ入った瓶があったとして、でこれさ、瓶をさ、ふーって全部振ればさ、赤と青が1対1で出てくるよ。それは500個対500個ぐらいでブワーって振れば。だけどこれ3つだけ瓶からボール出してくださいって言った時に、これ別に赤3つって全然ありえるじゃん。これむちゃくちゃなんていうか、むちゃくちゃに数入ってるとしたら、たまたま引いた3つが全部赤ってありえるじゃん。でもこれ瓶をひっくり返してブーって全部出したら赤対青が1対1に、つまり頻度は保たれるけど、偶然小集団の選別が起こるんだったら全部赤 100%、 青絶滅はありえるじゃないですか。そんな風にたまたま四角は子供を残さなかったとか、たまたま三角が増えたとか、そういう偶然によって遺伝子の頻度って変わりうるんだと。だからまとめると、中立説っていうのは基本的に突然変異は中立だと。実際性の自然選択を受ける有利な突然変異ってあるはあるけど、もう無視していいぐらい、頻度は少ないっておっしゃってます。だから本当は今の話した話はずーっとね、ものすごい計算しなきゃちゃんとした根拠にならないんだけど、ざっくりね、突然変異は基本的に中立だと。で中立な突然変異は偶然によって、集団に広がっていく。偶然によって集団に広がっていく。でこの偶然による、もう一回言うけど、偶然による遺伝子頻度の変化、今回で言うと三角にする遺伝子の遺伝子頻度の増加、偶然の遺伝子頻度の変化を遺伝的不動というと。最後に書いとくか。偶然による遺伝子頻度の偶然による遺伝子頻度の変化を遺伝的不動という。これが、進化の原動力だっていう説です。偶然ってのがポイントですね。遺伝的不動もね、すごくなんか字面がすげえ難しいから相当なんていうか困っちゃう高校生多いんだけど、もう意味としてはもう偶然による遺伝子頻度の変化です。もうそれでもう全然 OK、 そういうもんです。遺伝的不動って。だって不動って
なんか浮いてふわふわ動くって意味で、まあ偶然により動くっていうイメージは合うよね、不動ってね。中立な突然変異が、こういうタンパク質とか DNA の変化では中立な突然変異が偶然によりふわふわ動く、偶然により、広がったり消えたりするっていう、それが中立説です。中立突然変異の偶然的な不動です。中立説の意味は。以上、中立説でしたね。ちょっとね、初め難しくてビビると思うんだけどね、考え方はそんなに、おかしくないでしょ。なんか有利な突然変異だけが生じていくって、そっちの方がよく考えたらおかしいよね。で、中立説でした。